ータ軽トラサビキラーでサビ補修。サビキラー、何それ？サビの上に直接塗れる水性のサビ転換塗料よ。サビ転換塗料？進行性の赤サビを進行しない黒サビに変える塗料ね。そうなの？軽トラ下回りのサビの進行を止めてから上塗り塗料を塗って仕上げるの。僕、早く動画を見たいのだ。右側のフレームと荷台の裏側には目立つサビがあります。ただし確認したところ腐食穴はありませんでした。フロアジャッキーでフロント側を持ち上げます。ゴムアタッチメント付きのジャッキスタンドを使用します。ジャッキスタンドはフロントサイドシル補強部分に設置します。フロアジャッキーをゆっくり下げます。フロント左右のジャッキスタンドかかり具合を確認。リア側フロアジャッキーで持ち上げます。リアアクスルビームにジャッキスタンドを設置しました。ジャッキスタンドのかかり具合を確認。フロント側の左右ジャッキスタンドかかり具合を再度確認。タイヤホイール外します。ホイールナットは電動インパクトレンチを使って外しました。ショックアブソーバーとナックルハブには目立つサビがあります。リーフスプリング周り錆びています。ボンネットを開けます。左右のヘッドライトを外します。続いてフロントバンパーを外します。ウィンドウォッシャータンクを外します。タンクで隠れていた部分に錆が出ています。研磨剤入りのピンク石鹸を使います。錆と塗装面の汚れを落としながら表面に細かい傷をつけて足付けをします。錆キラーの密着性を高める塗装前の下地処理です。ピンク石鹸とブラシでこすり洗い。錆キラーを塗る箇所はすべてこすり洗い。フロントサイドシルとフレーム部分にも錆が出ていました。アンダーカバー外します。フロント下回り中央付近には目立つ錆ありませんでした。ジャッキスタンドをかける箇所錆ありますが、まだボロボロに腐食している状態ではありません。一時的にジャッキをかけてジャッキスタンドを移動しています。錆キラーを塗る箇所ピンク石鹸とブラシでこすり洗い。マットガードを外します。ひどい錆腐食はありませんでした。タイヤハウス内を水で流してからピンク石鹸とブラシでこすり洗い。黒い汚れがきれいに落ちます。次はナックルハブ周りをピンク石鹸とブラシでこすり洗い。錆キラーを塗る前に錆落としの必要はありませんが、表面の汚れはしっかり洗浄しておきます。ドアアームなど足回りも洗浄しました。次はリアリーフスプリング周りを洗浄します。ピンク石鹸とブラシでこすり洗い。ブレーキドラムもピンク石鹸とブラシでこすり洗い。リアアクスルビームもピンク石鹸とブラシでしっかり洗います。ドライブシャフトには後で錆キラーを塗ります。
リーフスプリング後ろ側の取り付け部分周りも錆が出ています。リーフスプリングの裏側もしっかり洗います。エアクリーナーケースもピンク石鹸で洗浄しました。右側の荷台下とフレームには広範囲の目立つ錆が出ています。ピンク石鹸とブラシでこすり洗い、錆部分と周辺の塗装面全体に錆キラーを塗ります。ピンク石鹸でこすり洗いしても錆自体はほとんど落ちません。ただし表面の汚れはしっかり落ちています。次に左フロントタイヤハウス内を洗浄します。ピンク石鹸とブラシでこすり洗い、ナックルハブ足回りも洗浄します。バッテリーを外します。バッテリーブラケットは錆が進行し、一部が腐食して割れています。こちらは腐食部分から剥がれ落ちた鉄の破片です。腐食により強度は落ちていますが、まだしばらくは使えそうです。今回は錆キラーで補修をして様子を見ます。バッテリーブラケットの錆部分と塗装表面の汚れ落としをします。ピンク石鹸とブラシでこすり洗い、左側リアリーフスプリング周りも洗浄します。ゴムホースもピンク石鹸で汚れ落とし、錆転換塗料錆キラープロ、今回はシルバーを使いますが、ガンメタのようなガンブラックもあります。一般的なペンキ塗料より少し粘度が高い印象です。錆が深い場合は水と1対1で希釈した錆キラーを下塗りするように記載があります。今回はすべての箇所に下塗りをしてから原液を2回塗ります。1対1で薄めると水に近いサラサラした状態になります。水性塗料用のハケを使います。まずは下塗りとしてボンネット内錆部分だけに塗りました。フロントサイドシルとフレーム周りは錆部分と周辺の塗装面を下塗りしました。ドライブシャフト下塗り、ナックルハブも下塗り。ひどい錆や深い錆は下塗りすることで錆転換の効果を高めます。ロアアームの取り付け部分、タイヤハウス内も下塗りします。次は右側の荷台裏側とフレームです。この辺りは広範囲に錆が出ています。ガソリン給油口の固定ボルトを外しています。作業がしやすいように給油口をずらしました。塗装しない箇所にはマスキングテープを貼りました。荷台下とフレーム周り全体を下塗りします。錆びている箇所はもちろん周辺の塗装面にもしっかり塗っておきます。ピンク石鹸で汚れ落としと足付けをしているので塗料ののりは良好です。乾燥後、錆キラー原液を
2回塗りして、最後に白色ラッカースプレーで仕上げます。サビキラーを薄めているので下地は隠れずムラになりますが問題ありません。ミッションマウントのブラケットにも下塗りしました。この部分は後でシャーシブラックで仕上げます。リアリーフスプリング下塗りします。足回りは後でシャーシブラックを塗ります。ブレーキドラムのサビ部分下塗りします。リーフスプリングの裏側もしっかり塗ります。ドライブシャフトも下塗り。テールランプを外します。隠れていた部分にはサビが出ています。リア荷台裏側のサビが出ている箇所すべて下塗りします。次はこの車で一番サビがひどい箇所、バッテリーブラケットです。サビが進行して表面は荒れていますが、サビキラーはしっかり密着しているようです。バッテリーブラケットの裏側もしっかり塗っておきます。こちらは左側の荷台下とフレームです。右側と比べるとサビは少ないですが、サビの進行を抑えるため全体を塗りました。左側のフロント下回りとリアリーフスプリング周りも下塗りしました。希釈したサビキラーの下塗りが終わってから3時間以上乾かします。次にサビキラーの原液1回目を塗ります。原液のままでは粘度が高く塗りにくい場合は水で 5% まで希釈できます。ボンネット内フロント周り本塗り1回目塗ります。ヘッドライトやバンパーで隠れる箇所を塗っています。サビキラーは水性塗料なのでシンナーのようなきつい匂いがありません。ムラになって下地が透けている箇所もありますが、本塗り2回目で仕上げていきます。サビキラーは水分と空気に反応しながら赤サビを黒サビに転換する塗料です。フロント周りの本塗り1回目終わりました。3時間以上乾かしてから2回目塗ります。次はフロントサイドシルトフレーム周りに本塗り1回目塗っていきます。左側のフロントサイドシルトフレーム塗ります。ショックアブソーバーの錆びている箇所塗ります。ナックルハブ周り塗ります。サビキラー本塗りもしっかり密着しています。ドライブシャフト塗ります。ロアアームの取り付け部分塗ります。次は右側荷台下とフレーム周り塗る面積が広い箇所です。サビキラーで下塗りした箇所すべてに原液を重ね塗りしていきます。きつい匂いがなく塗料ののりもいい感じです。リアリーフスプリング周り塗っていきます。ミッションマウントブラケット塗ります。リアアクスルビームは錆びている箇所のみ
塗っています。ブレーキドラム塗ります。荷台下のリア周りは塗りにくい箇所ですが、しっかり塗っていきます。次はバッテリーブラケットです。錆がひどい部分にも錆キラーがしっかり染み込んでいるようです。バッテリーブラケット全体を原液で塗ります。裏側も忘れず塗ります。錆キラー原液1回目塗り終わってから3時間以上乾かしました。錆キラー原液2回目塗ります。2回目でつけていた下地がほぼ隠れ、ムラも目立たなくなります。フロント周り原液で2回塗り終わりました。次はフロントサイドシルとフレーム周り原液の2回目を塗ります。フロントフレーム周り塗り終わりました。ショックアブソーバーとナックルハブ周りを塗ります。ドアアームの取り付け部分を塗ります。次は塗る面積が広い右側の荷台下とフレーム周りを塗ります。リアリーフスプリングを塗ります。続いてミッションマウントブラケットを塗ります。ブレーキドラム塗ります。塗りにくい荷台下リア周りに錆キラー原液2回目しっかり塗ります。次は錆が一番ひどいバッテリーブラケットです。錆キラーはしっかり密着しています。原液2回目塗ります。油性塗料を上塗りする場合は8時間以上乾かします。今回はシャッターやフェンスなどに使われる油性の高耐久鉄舞用スプレーを上塗りします。色は艶消しの白です。マスクと手袋を着用します。缶をよく振ってから試し拭きをします。マスキングをして錆キラーを塗ったフロント部分にスプレーします。上塗り塗料を弾くことなくしっかり密着しています。屋外で使用する自動車などは錆キラーを塗った後上塗り塗装することをおすすめします。続いてフロント周りを上塗りします。このスプレーは噴射が強めで塗料がしっかり乗っていく感じがあります。ただし自動車用の塗料と比べると乾燥後の塗膜は柔らかい印象です。塗料が乾いてから外していた集中アースを取り付けます。ウィンドウォッシャータンクを取り付けます。フロント周りの上塗りが終わりました。次はフロントサイドシルとフレーム周りの上塗りです。このスプレー塗料は1回塗りで仕上げます。一般のラッカースプレーより塗膜に厚みがあります。続いて左側フロントサイドシルとフレーム周りを上塗りします。次は右側の荷台下とフレーム周りの上塗りです。錆キラーは塗膜に厚みがありしっかり密着しています。マスキングテープを剥がします。右側荷台下とフレーム周り上塗り終わりました。左側の荷台下とフレーム周り上塗りしました。リアリーフスプリングの取り付け部分を上塗りします。
リア2台下はスプレーで塗りにくいので筆塗りで仕上げます。スプレーと同じ塗料を使っています。塗り残しがないように塗っていきます。リア2台下の上塗りが終わりました。次はリアアクスルビームを上塗りします。錆びている箇所のみ錆キラーを塗っています。上塗りには水性のシャシコートブラックを使います。缶をよく振ります。シャシコートブラックも1回塗りで仕上げます。このスプレーも塗料がしっかり乗って塗りやすい印象です。錆キラーの上に重ね塗りしても弾くことなく密着しています。続いてリアリーフスプリングをシャシコートブラックで上塗りします。塗料の密着は良好です。リアブレーキドラム全体を上塗りします。ミッションマウントブラケットを塗ります。ドライブシャフト塗ります。左側のリアリーフスプリング塗りました。錆と腐食で表面が荒れているバッテリーブラケットです。錆キラーはしっかり密着して錆転換していると思います。ブラケット全体をシャシコートブラックで塗ります。塗料の密着は良好です。次はショックアブソーバーとナックルハブ周りを塗ります。タイロッド、ロアアームも塗ります。すべての上塗りが終わりました。アンダーカバーを取り付けます。僕、錆びだらけだった下回りがこんなに綺麗になるとは思わなかったのだ。そうね、錆キラーで錆の進行を止めてからしっかり上塗りしているので安心ね。後で錆は出てこないの？もし錆が出てきた場合はその部分だけやり直せばいいのでとてもわかりやすいわね。そうなの？ちなみにこの軽トラの場合は錆は再発していないの。わかったのだ。僕、錆キラーは水性で使いやすいし、錆の進行が止まっているか確認しやすいと思ったのだ。ご視聴ありがとうございました。